はい、いや悪いけどS500 と S600 だもうこの辺の構成部品が違うからな、やっぱ S5 はちょっとさすがにやりすぎてるんよ。でちょっと S6 は少しスロークが増えたりよね。でこれテンションラマついたチェーンの張りの調整もできるからねこれな。あの頃はみんなギアボックスなんだけどこれラック&ピニオンな。いやだからもうやっとることが本格的なんよホンダは S はもう。これ日産のワークスエンジン。日産L 型ですか？ L 型なんですよこれ。321おお、何これ。全部ラジコンに変えてるんよこれ。もう外から見たらホンダの S そのままなんだけど、きっと中はこれ全部これ両用。空も飛びます。でうわこれいけんなっていうエンジンだ。やっぱり乗ったらやっぱり未完成だ。ああそうよそうよ。でもやっぱりこれがホンダのチャレンジ精神っていうかちょっと意志独特な車よホンダ。まあホンダいうかもそのホンダ総一郎でしょうね。こんなものを引っ張って作っていくというその牽引力だホンダ総一郎の。これはすごいなと思う。ある意味僕はもうやっぱり岡崎さんに通じるところがある。やっぱりねこれがやっぱりねもういいんせい悪いんせい情熱を持っていけーいう勢いだな。それがやっぱりなその本田宗一郎だし岡崎さんもそんな感じの人だから。そうそうで S6 になってもう S6 はもうやっぱり1万以上でも綺麗にスパーンと回るからもうやっぱこれはだいぶ研究してやっぱりよくしたなと思ったエンジンを、そう面白いですよ。これは大井さん来たら面白いな。いやいやでも僕そんなに車の知識もないから。いやいやねこんなん直せないですよ今。あこれなちょっと今ねそうね。これやと見てこれなこれまあ O1 分のエンジンだ。ここへプッシュロットがあるんだけどこれプッシュロットだ。これプッシュロットなんよ。これもうそれ回したらこれでもうこれエンジンのもうあれが分かるわこれなこれすごい簡単に回るんですね。こんなんなんよこれ今まあプラグ抜いてるからなんだけどこれなプッシュロットなんだけどこれなんでプッシュロットを使ったか言ったらなもちろん軽くしたいっていうのもあったん動弁系をな今種口チャンネルで言ったサージングを切るで起きないだっていう話があるんだけど軽くしたいのもまず言ってんだけどこれはな一番この松田がしたかったことっていうのはこれねこの手のエンジンってすごい苦労するんですよ。これ冷えてる時とエンジンが温まった時でシリンダーもヘッドも伸びるわけよ熱で。ほんでこれが伸びるっていうことはプッシュロットがそのまま鉄でやったらもうガチャガチャになるわけよ。タペットクリアレンスが増えすぎて。それからこれをアルミのプッシュロットにすることによって膨張についていくようにしてるわけ。シリンダーやヘッドがこう熱膨張で伸びてもプッシュロットも同じように伸びていったらタペットクリアレンスが変わらないでしょっていう考え方でトヨタのトヨタスポーツ800ってそのヨタ8やなあれが水平対向2気筒の空冷エンジンなんだけどあれなんかはやっぱりねその伸びについていけないからあれはねあれですこれの根元にリフターにあれを油圧のラッシャージャスターがついてる。そうあれは日本車で 2機目に入れたラッシャージャスターのエンジンなんやな。実はその前にマツダがね昭和20年代かなのマツダの三輪トラックの実はリフターにラッシャージャスターが入ってるの。いや僕は実は最近までヨタ8の水平対向2気筒が日本初のラッシャージャスターを使ったエンジンか思ってたんだけどそうだしねもっとはるか十何年前にマツダがやってたんやなラッシャージャスターを。ほらすごいわ。マツダってすごいっすね。すごい会社なんよ。クリアランスをゼロにしようやないかいと。そうやっぱ膨張が起きたからいろいろ苦労したんだろうね。でその頃のマツダの三輪トラックはおそらくこの金属とこのアルミとうまく接合ができなかったんじゃないかな。だからプッシュロットは鉄で作らざるを得なかったからほんでしょうがなくラッシャージャスターを入れたんだろうね。ただそのラッシャージャスターは完全にそのアメ車のコピーな。だからヨタ8が使ったラッシャージャスターも完全にもうアメ車のコピーだからアメ車はもう戦前からもうその自動調整になってたわけ。そういう意味ではアメ車のプッシュロットが全部そのリフターの部分にその入ってるハイドロリックが、だからまあそういう意味でやっぱりアメ車のエンジンが昔のアメ車のエンジンはすごいそのマフラーの音とかどうのこうのなちを消してたらすごい静かに回ってるんよ。鉄のヘッドやし鉄のブロックやしもう本当にもうヘッド鉄なんですか？鉄よ。
まあそれ一部そのスポーツモデルなんかはヘミヘッドっていうのがあったりアルミヘッドがあるけど、ほとんどがもう鉄ヘッドなツッチな。ツッチはまあむしゃずっとやってたから。日産も鉄ヘッドあ、そうよ。どこ多い多い。L 型は L 型はL 型は全部アルミヘッドじゃないかってみんな言ってるんだけど、じゃあなし一部ね、サニーの例えばエクセレントの GL なんかのシングルキャブのエンジンはヘッドが鉄だ。L4 で鉄ヘッドのエンジンもある。もうそれはごく稀だけど、そうだけど、まああとその前の世代のブルーバードの410の SS とか 3S はアルミヘッドかな。 SS まあスポーツモデルなんかでもやっぱりヘッドは鉄だった。あとはプリンスの 54B、ね、そこにいうスカイラインの、はい、G7 っていう OHC の、まあこれはプリンス自動車だけど、エンジンも直録のブロックなんだけど、ヘッドも鉄ですね。鉄のヘッド、あれらはね。だからアルミヘッド、キャストヘッドになったのはそんなに大昔からではない。まあでもそんなことをいろいろ考えてもやっぱりホンダはな、当時そのアルミのオールアルミだからね、あれシリンダーブロックもアルミだし、まあライナーは鉄のライナーが入ってるけど、アルミブロックでアルミヘッドで、しかも DOHC で阪急系燃焼室でって言ったら、もうそれを昭和38年にね作って曲がりの売ってるから、3輪トラックでね T360 の。だからそういう意味でやっぱりもうホンダなんか面白いなと思う。まあこれはこれで面白いけどね、この間みたいにマグネシウムでドライ散布でって言ったらさとんでもないですけどね、これはこれで。スペックだけ聞いスたらペックで聞いてね、それはスペックで聞いたよ。クレーマグネシウムドライ散布って言ったら、もういやその RR の車乗ってるんだって言ったらみんな思うわな、間違いなくポルシェ持ってるんだなと思ってでそれでこれだって見せつけられたらあーってなるわな、みんなね。点火線が転がってますよ。点火線ね、もう転がってますね。ここにあるでしょ、点火線をね。本当に点火線って言うんですか？点火線、いやほん昔は日本語で点火線、そう点火線。これな、この車、これはまあ車体番号な、ごめんなさい、上からこれ車体番号な、これ。そこが車体番号のバンパーじゃないの？じゃない、これな、本当はこの車体番号というのはちょっと書くと KRBC なんだよ、これ KRBC の車体番号なんだけど、これ KPBC って打ってあって、ここ KP なんよ、これ間違えて R じゃなくて P を打ってるんよ。でこれメーカーがやっとんよ、これメーカーでこれ×して上に R を打ち替えて、でこれ当時のマツダのマークなんよ、これちゃんとマツダでやってますよっていう。これは珍しいよ、これ訂正印みたいな。訂正印をしてるだからこれ陸自でね、昔揉めたことがある。これはちょっと待ってどういうことなんだよこれ。そうという、まあ珍しいクーペちゃんです。この奥に先祖が眠ってるんです。先祖が、そう僕の S2000 の先祖がS2000 のパーツがどんどん廃盤になってきてるんですけど、はい、これはなくなったら困るから今買っとけっていう。ああ、そういうことか。もうあれかな、やっぱり僕ら旧車で困るのはもうゴム類。もうとにかく徹底的にもうこのゴム類、こういうようなものは後から作るとなるともうすっごい大変なんですよ、金型がいったりするから。まあ今後それ、まあ何十年も技術が進化したら作りやすくなるのかもしれないけど、まあこういうゴム類だな、もうこういうものはもう作るのが本当大変。もうそのエンジンのパーツとかね、走るためのパーツなんかっていうのはもう後からでもいくらでも作れるから、それは大丈夫なんですけど、もうやっぱりここらでしょうね。そうホロとかもね、そうホロもだ、ホロもだから僕らの S のホロなんかでももう当時もなんか残ってないから再販品を使ったりとかするんだけどね、こういうホロとかもうこれなんかももう一番にあれダメになるでしょうね。もうこの入りにくくなると思う。あとはもうこういうライト、こういう樹脂系ライトとか、あとこのマーカーとか細かいところ言うとね、こういうもんなんかでも後から作るのは大変だから、
そういうものがおそらくメーカーからもう一番になくなっていくんじゃないですかね。ご相談パーツになるんじゃないですか。そうもうご相談パーツだらけなんですよ。あ、やっぱり未だに言うんだ、ご相談パーツって。はい僕らが S6 乗ってる時 S8 なんかでもうわご相談になったわとかいう感じだったんやけど、あ、今のやっぱりご相談パーツなんだ。もうご相談パーツだらけで。あ、やっぱりそうなんだ。さあ僕がいつも部品を買うところです。お聞きします。はい。ご相談パーツって何ですか？デカトーさんからの、ご質問を、調べてきました。ご回答から言いますと、ちょっとカンペ読みます。カンペ。はい、ですね、量産終了後、いわゆる、車が、量産しなくなって、経過年数とあと、需要が低下したということで、それに伴って、補修部品の生産が、終了してますと。で、全国の、倉庫あらゆるところ、ホンダ意見として、探されたところ、もう在庫がないということで完売商品ですと。ご相談部品とは、生産を終了し在庫が、なくなる次第、部品の供給が終了する、部品ですというご回答でした。じゃあもう廃止っていうことですか？もしかしたら再販の可能性があるかなと思ってますが、そこは未定だと思います。ああ、まあなんかあれですね、生産中止とかいうすごい断定した言葉じゃなくて柔らかく言ってるだけで部品はないですという。あ、そうはい、部品はないのはないんですよっていう。部品はないのはないです。はい。ご相談パーツはそうですね、ないけど、そうです。ないって言い切ってるわけじゃなくて、生産を終了しました、在庫がございませんという部品で、はい、ご相談パーツの中でもまだメーカー在庫が、少量残ってるパーツもご相談パーツという名前で、表示されることはあります。だからご相談パーツって名前がつけばもうパーツがもうそろそろそうですなくなるぞっていう、なくなりますよっていう、はい、そういうことだと思います。わかりました、はい、ありがとうございました。はい、ホンダプリモじゃないホンダカーズです。ホンダカーズセーバーのプリモの山本さんでした。はい、ありがとうございました。もうゴム類の次にもう必要なのがこの外装類。やっぱりこんなもんも後から作るとなったら、だからフェンダーだボンネットやとかも外装やね、僕はもうその中を作るようなことをしてるのと作り方を知ってるからかもしれないけど、中のギアとかエンジンのパーツなんかどうにでもなると思う、そんなものは、それよりはやっぱりもうこの外装ゴムレンズぐらいでしょ。あとガラスとかやっぱもうそういうものでしょうね、もう。なるほど。
でどうかな、ボディがシャキッとしてもゴムがうにゃうにゃだったらちょっとね見た目がスカッとせんのですよね車って、やっぱりそのウェザーなんかでも端の方までピシッとなってたらやっぱり見ててかっこいいしね、いいですもんね。富田子さんの持ってる、かっこいいガレージに入ってる3台はゴムどうしてるんですか？ゴム類もうある時に買ってたり、もうそういうパターンかな。今すぐいらないって言ってもそういうあれなんてくるとね、もう部品がある時がチャンスみたいなもんだから、やっぱりそういう話が来た時はすぐ買う。とかあとレンズ類とかな、512BB のねこのウインカーレンズ黄色い、あれなんかでももうなかなかないんだけど、今のところスペアでワンセットは持ってますね。やっぱり持ってるんですね。持ってる。僕もちょっとコツコツ買っていってるんですけど。そうだから僕もコツコツ買っていくレベル。そうもう売り物もなかなかないからね。なるほどね、そんな感じですかね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これもあれよ、これ僕は中学校の時にそれこそ凝ってた、やっぱりラジコンなんかやってた時に並行でやってたのが、これ僕アンプオーディオに凝ってて、これ上の真ん中のそれプリベインアンプで自分でオーバーホールした。これ真空管や。お、出た。真空管すごいな。真空管のアンプ、これラックスっていうメーカーのアンプなんだけど、ラックスのいうメーカーのこれ大阪の会社かな、まあ高級オーディオだ。でもこんななんかも今は結構高いんだけど、もう昔なんかもう粗大ゴミで出てるような時代がいっぱいあったから。でもね、この真ん中のそのプリメインアンプはデザインもいいし、これが昭和38年のアンプなの。東京オリンピックより前の年のアンプなんだけど、その年代富松さん大好きですね。好きなんやっぱり好きなんよ。やっぱどういうんかな、もう今もだし、もうちっちゃい頃から思ってたんが、この頃ってそのホンダのそういうものが出てきたりとか、もう戦後20年前にしてぐわーっと上がって、いろんな製品がもういろんなものがもうどんどん素晴らしいものが出てきて、もうそれをどういうか歴史で見るたんびにもう僕感動したんよ。うわーこんな車ができたんか、うわーもう言っちゃあれけどこんな洗濯機が出たんかとか、こんなハサミがあったんとか、もうそういうもの一個一個でもうわこっちはいいデザインだなとかね、画期的なデザインだし、まあ図面を描いたりやっぱりそういうデザインを僕はするようなこともしてるから、だからこの方の本が僕は好きだな。これインダストリアルデザインって言って、その工業デザイン。それはその本も古いんですか？古い。これはまあでも80年代かな。でこの人がデザインしてきた車とか当時の松田さんとかどれもちょっとハイカラなんやな、垢抜けとやな、いろんな車があるんだけど、まあその中でもな、この人がやってきたその車もまあいいんだけど、もうなこのハサミとかミシンとかな、もう何もかもやっぱりデザインが優れてるよな。ハサミとかもその人がデザインした、ペンチとか、そうでそれの後から出てくるんだけど、この中にねその作品の写真、このキャロルとかね、これはこいいわな、この B360 とか B360 松田のトラックこれな、これはキャロルもやっぱりいろんなデザインスケッチがあって、だからそれを僕もそのデザインをするのが好きなのかな。これ松田のこれはね、どういうデザインにしようかっていうふうに、これをやっぱりそれにはやっぱりあれなんやな、全部こうやってフリーハンドで手で描いていくんやな。だからこういうのはもう僕はずっと見てるから、それでやっぱりドラフターから離れれんかったんかな。こういうスクーターとかね、そうこれシルバービジョン、これ三菱のスクーターやな、これ、三菱重工が作ってたスクーターとか、そう日本の自由自野郎的存在。そうどっちか言ったらな、これはすごいなんか蛇の目ミシンやな、これスカッとしたデザインのミシンとかね、こういうのを見たら僕いいなと思うよな。あとこういうのもかっこいいよな、これ流線形でな。そうミシンもこの人はね、いろんなデザインのミシンを作ったり、そうどれもかっこいいなと思う。レース域やもうね、自転車もかっこいいしな、当時だったな。全然今のデザインじゃない。そうな、そうあとこのモーターのデザインとかな、こんなもんでも、あとこれレース域やな。これもな、シンプルでどういうのかな、角の取り方とか、そうあとこの縦横比なんかがいいなと思うよな、見ててな。こういうなもんとかね、
ニッパーとかコーンニッパーなんかもなええよな。そうこれエアコンの吹き出し口とかエアコンとかこんなねこんなものからそんな本があるの初めて知った。工業デザインはそう面白いです。面白いな工業デザインはね。僕もこんなん好きでね。そうそういろんなものがあってやっぱこういうのを色も小さい頃からずっと見てるからね。だからまあその影響もあるんだろうな。そういう視点ででも見ないですよね、ちっちゃい子は。ああまあなおうまあでも良かったのはそのやっぱり親の影響だろうね僕は。小さい頃からの親の影響でというかないろんなものをいらわしてくれたいじらしてくれて、でそれをな小さい頃僕に覚えたのが置き時計な家にある置き時計をな分解するわけよ。分解するんだけど大体の親だったら普通な分解とかそう手を出してこうやり始めたりとか分解した時点で怒る親が多いと思う。怒る親が多いと思う。だけどうちの親の場合はそこで分解してそこに言われたんがほんならおめえそこまで分解したんだ今度は組み立ててみーって言うわけよ。ほんで組み立てるっていうその組み立ててみーって言ってくれてそれで組み立てるというそのどういうんかな気持ちなんか得意な気になってから今度組み立て始めるわけよ。これが重要なんだと思う。ほんならその分解することが嫌にもならんし怖いっていう思いもないし得意な気持ちになって組み立てるんだけどそれは実際もう組み立てれないんよ。組み立てれないんだけどそういうことをさせてくれたということ、やっぱそこが重要なんかなと思う。だから僕らはこう今自分の子供なんかも今いるんだけど、それなんかにもやっぱりもうそういう感じで自由にさせてやってる。ほんならそういうことをしてるとひょっとなんかね、自分の行きたい方向性とかそういうようなものも見つかるかもしれないしやらせておけば、僕の場合組み立てれんかったことがほとんどないけどねそうだからありとあらゆるものをもう徹底的に分解していった。もう自転車買ってもらったら自転車も分解してあそこのフィールインかなワンウェイクラッチの部分がどうなってるかとか、ペダルの仕組みとかそうベアリングのペダルのところで頭をこう並べとるんだとかね。もう少ない工具を使ってからこの真ん中のセンターのこのネックのところが結構きつくしまってるからそれをパイプの長いにつけてって回してみたりとかね。ほんで調整してみたりとか分解したな走っててタイヤ取れたりしそう手締めのまま忘れとったのとかねウィリーしたらそのまま自転車がタンコ回せてからガーンって言ってからもう思いっきり顎打ったりとかね。逆ネジになってて逆ネジなのよな。ペダルなんかもなだからそんなこととかもやっぱりいろいろさせてもらったっていうのが今につながってるのかなと思いますね。こうやって今こうやって車好きな人たちって少なからずそういうことやってますね。やってるそれはね、とは思いますよ本当ね。だからこういう気持ちやこういうものづくりっていうのを本当は僕らの世代が次の世代にどんどん伝えていかないといけないなと思ってるんだけどね。自分がそんなことを言うような年になるとなんか全く思ってなかったけどでも今最近ちょっと思うわなそれはやっぱり。だから生活必需品を作っていくのはもちろん大事なことなんだけど僕が少量なこととかっていうのはもう本当にその生活必需品じゃなしにねもう好きな人のどういうかななんか遊びの一環みたいなものを考えて作ってるからやっぱりそういうな部分っていうのもやっぱ大事なことでもあるしね、生きていくためのものばっかりだなしにねこういうやっぱ遊びの世界のもので楽しく面白い発想で作っていくっていうにはそれなりにいろんなやっぱり回り道もしておかないといけないし、でその回り道をしたりその失敗をすることがその人間の幅につながってくると思うよ、やっぱりそんなことやったら幅が広い人間になるからな。だから少々なことが起きてもその時にはこういうふうにすればいいわとかねそういうようなことを思ってやっていけるようになるのかなと思ったりしてね